Sokakudo. 今回はこのボルダーオパールを磨いていきます。ノジュールっていうのかな、丸い玉のような形で出てきたものを半分に割ったものですね。赤いところがその玉の中心で、その周りにオパールが少し入っています。まずはいらない部分を切り落としていきます。切り落としたら次は320番のダイヤモンドのディスクで削っていきます。今回はあらかじめ目標にする形をペンで書いてあるので、それに合わせて削っていきます。形を整えてだいたい左右対称になったら、次は裏の面を作っていきます。今回裏の面はエッジを残したファセット風にしたいと思うので、形が歪まないように気をつけながら慎重に削っていきます。裏側の形を作ったら次は表側を作っていきます。まずは角を少し落としていきます。表側は丸くする予定ですが、いきなり丸くしようとすると形が歪みやすいので、最初は直線的に段差を作る感じで削っていきます。ある程度形ができたら次は丸みをつけていきます。この時なるべく平面が残らないように削っておくと後の作業が楽になってきます。320番で削り終わったら次はクッション性のある600番で削っていきます。角を潰さないように気をつけながら削った面をなぞるように磨いていきます。今回裏側はファセット風の直線的な形にしたいのですが、平らに近い形で面積が広いとクッション性のあるホイールに当てた時に真ん中の方が削りにくくなってきます。こういった削り残しが出ないようにしっかりと確認しながら削っていきます。削り終わったのがこちらです。全体的に少し丸みのついた形になります。表側も同じように磨いていきます。今回表側の面は平らな部分を少し多めに残してしまったので、削るのに30分近くかかってしまいました。320番の段階でもう少し丸みをつけておいた方が良かったですね。600番を一通り当て終わったのがこちらです。次は1200番、その次に3000番と同じように磨いていきます。3000番で磨いたのがこちら。最初に見えていたオパールの白い部分が透明になってあまり目立たなくなってしまいましたね。でもこれはこれでいいと思います。光の反射を見た感じ、形もちゃんと取れていそうですね。次は酸化セリウムを使って仕上げの研磨をしていきます。磨き終わったのがこちらです。今回は特に予想外のことも起こらず、最初の想定通りに作ることができました。オパール部分は少し少ないですが、ヤワーナッツなどノジュール形状の断面がよくわかるようなカボションができたと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。